あなたは愛するパートナーが自分に殺意を持っていたらどうしますか？遡ること15年前の2007年、オーストリアのウィーンが今回の舞台。その日、すでに閉店していたあるアイスクリームショップの中から響いていたのは不気味な機械音。そしてその店内ではその店の経営者であるエスティーバリス・カランサが必死の形相で何かを動かしています。近所にまで鳴り響いていたその機械音は、その女店主が使うアイスクリーム製造機だけかと思いきや、さらにもう一つ、それはけたたましくうなるチェーンソーであり、その刃先が切り刻んでいたのは元夫の死体。アイスクリームショップの美しい店員が元夫をバラバラにする残酷な事件。なぜ彼女は自分が経営するお店で死体をバラバラにしたのか。そこには犯人にとって合理的かつ冷酷な思惑があったんです。ハムケンちゃんです。寒い時に食べるアイスクリーム、とっても美味しい。少しも寒くないわ。ひや何その顔。本日ご紹介するのはアイスクリーム殺人としてね、ヨーロッパ中を震撼させたある事件についてなんです。アイスクリーム殺人だよね。アイスクリームで人を殺めれることなんてできるわけないじゃない。実はこの事件ね、アイスクリームをめちゃくちゃ食べさせてお腹が破裂したっていう事件なんですけど、絶対嘘なんですけど、一体どういうことかというね、何それってなっちゃうんですよ、普通に考えて。なので、メトラの皆さんをね、アイスと殺人ってどうやったら結びつくんだってね、ちょっとそれを考えながらね、一緒に見ていきたいと思います。冷たい場所に遡ること15年前の2007年、オーストリア・ウィーンにあるマイドリング地区。そこにとあるアイスクリームショップを営む夫婦がいました。夫はホルガー・ホルツ43歳、妻は近所でも美人と評判のエスティーバリス・カランサー29歳。2人が経営するアイスクリームショップは地元でも人気で、その経営はうまくいっていました。しかしそんなアイスクリーム屋の状況とは対照的に、夫婦の仲は冷え切っていました。そして話し合いの結果、離婚することに。離婚後、夫のホルガーが家を出ていく予定だったんですが、何かと理由をつけて彼は家に居座ったんです。そんな生活が1年ほど続いた2008年4月のある夜、元妻のカランサはコンピューターゲームに夢中になっている元夫ホルガーの後頭部に向け手を伸ばします。カランサのその手は毎日たくさんのお客さんに甘くて美味しいアイスクリームを提供している美しい手。しかしそこに握られていたのはピストル。カランサはホルガーの後頭部めがけ一発。至近距離から撃った銃弾は彼の頭に命中。そしてあろうことか彼女は立て続けに2発の銃弾を発砲しました。全ての銃弾がホルガーの首から上に命中したため、当然ホルガーは即死。美人のアイスクリーム屋さんっていうところからよくわかんない、想像できない展開なんだけど、人なんか殺しちゃってこの後どうするつもりなのよ、この人。実はね、この元夫を殺したカランサなんですけど、さらに恐ろしいことはね、殺害後、もっとおぞましいことをするんです。いや、もうね、考えたくもないです、僕は。カランサは無残なホルガーの遺体をじっと見つめた後、ある場所へと向かいました。怖えな、なんか。彼女が向かった先は金物屋。そしてカランサがその金物屋で購入したのはチェーンソー。絶対怖いこと起こる、この後。帰宅した彼女は夜遅くなるのを待ち、遺体を閉店後のアイスクリームショップへと運び出します。最初にカランサが押した作動ボタンは購入したチェーンソーではなく、アイスクリーム製造機の作動ボタン。ゴゴゴゴゴゴという鈍い機械音が店内に鳴り響きます。そして彼女はゆっくりとチェーンソーのスイッチを入れるんです。チェーンソーはうなり声を上げ、元夫の体に近づいていきます。カランサは無表情のまま元夫の体を切り刻み始めたんです。激しく鳴り響くチェーンソーの音はアイスクリーム製造機の音とともに不気味な不協和音を生み出しました。元夫の血しぶきを全身に浴びながら遺体の解体を終えたカランサ。彼女はバラバラになった遺体をそれぞれビニール袋に入れ、アイスクリーム用のケースと植木鉢などに隠しました。さらに遺体の腐敗を防ぐため、遺体入りのケースをしまったのはアイスクリーム用の大きな冷凍庫。そしてカランサはその冷凍庫を店の地下倉庫に保管したんです。犯行後、カランサは店に来たお客さんに、そういえば昨夜聞き慣れない音がしたけどお店で何してたのと聞かれました。するとカランサは笑顔でこう返したんです。新しいアイスクリームの機械を買ったのよ。ちょっとうるさくてごめんね。もうめちゃくちゃサイコパス。チェーンソーの音が怪しまれないようにさ、アイスクリームの機械を作動させたってことでしょ、これ。
めちゃくちゃ計画的じゃない？もう用意周到ですよ、そしてねアイスクリーム屋だったんで、大きな冷蔵庫もあったことがね功を奏するんです。それから数ヶ月後、かすかに死体の腐敗臭を感じたカランサは犯行がバレることを恐れ、ある行動に出るんです。すでに冷蔵庫でカチカチに凍った遺体が入っているケースにあるものを流し込んだカランサ。そのあるものとはコンクリート。遺体をコンクリート詰めにし密閉することで腐敗臭を遮断しようと考えたんです。カランサはバラバラになった遺体を再び地下倉庫に保管し、その扉に頑丈な南京錠をかけました。そして常連のお客さんに突然姿を消した元夫について聞かれた時には、元夫は宗教にはまって家を出て行ったわと嘘をつき、何食わぬ顔でアイスクリームショップの経営を続けたんです。どんな心臓してるのこいつ。バラバラにしてコンクリート詰めってさ、非力な女性がするなんて想像したこともなかったけど。いや、もうそもそも性別関係なしに想像したくないですけど、まあそうね。日本だとね、女子高生コンクリート詰め殺害事件とかもどうやってそんなこと思いつくんですみたいなね、もう残酷な事件でもよく使われるんですけど、そうだ、殺すだけでも最低なんだけど、バラバラにしてってどういう何がやりたくてバラバラにするの、って思っちゃう。そうですよ。ではその遺体を解体するっていうね、その鬼のような所業なんですけど、一体ねこうどういうね思いっていうか、どういう気持ちで、どういう心理で、どういう理由でねやってるのか、早速見ていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、バラバラ殺人について。物騒だな。殺害後に遺体を解体するバラバラ殺人は正式には殺人死体損壊事件と言われます。主に殺害後に遺体をバラバラにする意図としては、快楽、制裁や見せしめ、食人、憎しみ、証拠の隠滅、国家組織などへの挑発が挙げられます。さらに遺体を切断することで殺した相手を非人間化させ、少しでも罪の意識を紛らわせようとする心理が働く場合もあるんです。カランサは遺体切断後、犯行がバレないように試行錯誤しているところから、遺体切断の目的は証拠の隠滅だと考えられます。しかし殺した相手が離婚した元夫だったことから、憎しみという第二の動機もあったのかもしれません。バラバラ殺人ってさ、快楽的な意味合いが強いんじゃないかと思ってたけど、なんかいろんな目的があるのね。そのね、なんかサイコパスがこう快楽目的でやるって一部なんですよ。やっぱりこうね、バラバラにすることになって遺体のね証拠を隠滅するって目的の方が大半を占めるんです。でもバレたくないからバラバラにするってのも十分最高な発想だと思うんだけど、カランサ自身は本当に最高の人だったわけ？確かにその点気になりますよね。というわけでね、カランサは一体どのような性格、そして人物だったのか、早速見ていきたいと思います。隠された殺意。カランサは1978年9月6日にメキシコで生まれました。両親と弟の4人家族で、カランサが5歳の時、家族でメキシコからスペインのバルセロナへ移り住みます。バルセロナ読みづらくないか、俺のせいや。そこで大学までを過ごすんですが、学生時代の彼女は常に成績優秀。大学を首席で卒業し、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、英語もできて、語学も万能。大学卒業後はドイツに移り住み働くんですが、そこでの生活の中でカランサはある目標を持ち始めるんです。それはアイスクリームショップを持つこと。アイスクリームショップでのアルバイト経験で充実感を持って彼女はいつか自分の店を開いてみたいと思うようになったんです。このように頭も良く前向きな目標を持ち、見た目もモデルのように美しかったカランサの人生は誰がどう見ても順風満帆なものでした。いや、意外ね。最初っけ見で何も言うことないじゃん。そうなんです。これだけだとねそう思うんですけど、ただね、実はね彼女の心には深い闇が隠されていたんです。カランサの順調な人生には悩みなどないように思えるんですが、実際の彼女の心理状態は不安定なものでした。その理由の一つは父との確執。ジャーナリストだったカランサの父はとても厳しく、家庭の中で独裁的に振る舞っていました。彼女は父に甘えることも許されず、常に父親の言う通りに生きる必要があったんです。さらにカランサの心の闇を深くしたのは、大学時代に付き合っていた恋人に振られた時。結婚まで視野に入れていた彼女はその失恋に大きな絶望を感じ、深く落ち込みます。そしてその後住んだドイツで働いていた上司からのいじめもカランサにとっては耐え難い経験でした。これらの苦しい経験がカランサの心にとある妄想を生むようになるんです。それは苦痛を与えた人たちに対する殺害の妄想。彼女は子供の頃から粗暴に振る舞う父親を殺す妄想を何度もしていたんです。怖っ。大学時代に振られた恋人には彼の乗っていた車のブレーキを壊す妄想。さらにドイツの職場の意地悪な上司に対してはその店ごと焼き尽くす場面を妄想していたというんです。はい、やっぱりやべえやつでしたね、これは。何度も殺人の様子を想像しちゃうなんて、めちゃくちゃ危険な思想はらんでんじゃないこの子。もうね、意味わかんないですよ。
そんなねもともと危険思想なカランサだったんで、一度ね殺害を犯したらもう止まんなかったでしょうね。繰り返される惨劇。2008年4月に元夫を殺害した時、カランサにはすでに新しい恋人がいました。浮気症。それは当時彼女の店に出入りしていた製氷機のセールスマンであるマンフレッド・ヒンターバーガー。元夫を殺したアパートからマンフレッドと同棲するために引っ越したカランサ。犯行もバレることなく、今度こそ恋人と幸せな生活が送れると思いきや、交際から約2年後の2010年11月のこと。2人の関係はうまくはいかず、仕方なくカランサは別れを決意。そこで彼女が取った行動は別れ話ではなく、マンフレッドの殺害。なんで？彼女は再び銃を手に取り、いびきをかいているマンフレッドの後頭部めがけ4発の銃弾を浴びせます。そして元夫ホルガーにしたのと同じように、遺体を店内に運び込み、アイスクリーム製造機を作動させた後、チェーンソーで遺体を解体。その後カランサは元夫の遺体が眠る地下倉庫に降りると、恋人マンフレッドのバラバラになった遺体の数々をコンクリート詰めにしたんです。恐ろしい。この犯行は1度目の犯行よりもスムーズに行われました。それは単に彼女にとって2回目の殺害だったからではありません。というのも、カランサはこの殺害を決意し、実行するまでの間、ある場所に通っていたというんです。そのある場所とは、銃の射撃場。そうなんです。彼女は2回目の殺害をよりスムーズに行うため、銃のレッスンを受けていたんです。それだけではありません。近所の工具店が開くコンクリートの作り方講座に参加し、その扱い方を勉強。さらには、犯行前の部屋にビニールシートを引いて、犯行後の処理を楽にするなどの念入りな準備をしていたんです。めちゃくちゃ計画的で、やる気満々じゃないのかな。もうなんか頑張るとこ間違っちゃってるんですよね。もうね、最初顕微でね、いろいろ恵まれてるね、人なりの苦しみもあるのかもしれないですけど、なんかもう人のためにね、労力下げばいいのにね。ただね、この準備は完璧だったね、2回目の犯行なんですけど、その後の展開はね、1度目のようにはうまくいかないんです。恋人のマンフレッド殺害から約半年後の2011年6月6日、カランサのお店が入っている商業ビルに水道管の修理業者が入ることになったんです。地下での作業が必要なため、作業員が降りていくと、南京錠で固くロックされた倉庫の扉が。そう、それはバラバラになった元恋人の遺体が隠されている倉庫でした。作業のために中を確認する必要があったため、ビル会社はその南京錠を壊し、その扉を開けようとします。一方、そんなことが行われているなど知りもしないカランサは、近所を歩いている時にパトカーが店の近くに止まっているのを目にします。そして近隣の人からこう言われたんです。地下倉庫からバラバラの死体が見つかったって、あなた何か知らない？この死体の発見を聞いたカランサは、なぜコンクリートで全部埋めたはずなのと動揺。確かに地下倉庫の扉を開けたビル会社が発見したのはコンクリートの塊だったんですが、そこに遺体が埋められているとすぐに分かったんです。なぜならコンクリートの塊からあるものが飛び出していたから。それは殺害したホルガーの足。足が飛び出しちゃってたって怖すぎるわよ。ちょっもうとコンクリートから足、どういう怖い怖い怖い。どういうこと？想像するだけで怖いわ。もうバレちゃったんでね、この後カランサが取る行動っていうのは2つなんです。自首するか、ね、逃亡するか。はいはい。遺体が見つかったという近所の人の話に慌て、急いで銀行でお金を下ろし、タクシーで空港に向かうカランサ。彼女はパリ行きの航空券を買い、高まる鼓動を落ち着かせながら搭乗を待っている。しかしカランサは、もし警察が空港に向かっていたらどうしようという不安に駆られ、いても立ってもいられず空港から走り出す。そして再びタクシーに乗るカランサ。一方、地下倉庫で見つかった遺体の身元が判明し、カランサに容疑をかけた警察は、その時まさに空港に向かっていた。海外に逃亡するぞ、急げ。しかしタッチの差でカランサを捕まえることができなかった警察。くそ、どこに行きやがった。カランサを国際指名手配だ。ギリギリで逃げ切ったカランサを乗せたタクシーはイタリアへ。こうしてイタリアへ逃亡した彼女は現地の警察にも用心し、偽名を使いホテルに宿泊。翌日ホテルを出てカランサが次の逃亡計画を練っている時、カランサは思わぬ協力者を得るんです。それは美しかったカランサに声をかけてきたストリートミュージシャンの男。本当の事情など知らない彼はカランサを旅行者と思い、自宅に泊まらせたりするなど世話を焼いてくれたんです。そんな親切な男にカランサはこうつぶやきました。自宅近くで死体が見つかったり色々あって、私死にたいの。ねえ、もう元夫に謝れ。もうそれは逃亡に疲れたカランサが漏らした優しいストリートミュージシャンへの弱音でした。そしてこのまま逃げ通せると思っていたカランサでしたが、逃亡から3日後の2011年6月10日、彼女の逃亡劇は終わります。エスティバリス・カランサ、お前を逮捕する。突然彼女の前に現れたイタリアの警察によって彼女は逮捕されたんです。これはカランサの発言を不審に思ったミュージシャンの男が通報した結果の逮捕でした。いや、このミュージシャンめ
めちゃくちゃグッジョブじゃないのよ。でもなんだかんだカランサのさ犯行動機ってまだ分かってなくない？おっしゃる通りなんです、それはね逮捕後に明らかになっていくんですけど、その犯人の動機っていうのはこの一連のね残忍で残酷な事件からは想像もつかないようなね、犯人のねある夢がきっかけだったんです。夢かい。譲れない夢。カランサの一人目の被害者である元夫ホルツホルガーはもともとモラハラ気質であり、カランサを罵倒することもしょっちゅうでした。さらにコンピューターゲームや銃の収集などの自分の趣味を優先し、カランサは二の次。そして二人目の被害者のマンフレッド・ヒンターバーガーは浮気症であり、カランサの他にも何人かの女性と交際していたんです。もうみんな最低。しかし彼女はこれらの理由だけで彼らを殺したのではないんです。カランサが彼らを殺害したのは彼女がずっと心に抱いていたある夢が叶わないと思ったから。その夢とはなんと子供を産むこと。元夫のホルガーはある宗教にハマっており、その教えから積極的に子作りすることをやめてしまったんです。それでもカランサはセクシーなドレスを着てホルガーをその気にさせようと頑張るんですが、それでも彼は見向きもせず、魅力を感じない、子作りより大事なことがあるというだけ。じゃあなんで一緒にいたんこいつ。さらに2人目のマンフレッドはカランサよりも20歳も年上であり、すでに子供がいたため子作りには積極的ではなかったんです。しかしカランサはそれでもマンフレッド好みの女性になろうと外見を磨き誘惑するんですが、相手にされませんでした。このような態度を取るパートナーたちにカランサは徐々に殺意を募らせてしまったんです。そして最初の被害者である元夫が離婚後も家から出ていかないことが引き金になり、今まで彼女が頭の中で何度も繰り返していた妄想を実行に移す時が。それは彼女が昔からずっと心の闇に抱えていた殺害の妄想。いやいや、子供が作れないから殺すってちょっと短絡的にも程があるでしょこの人。別れりゃいいよね、そういうね普通の思考回路ではなくてね、もう短絡的にね、そのよくわかんないことに出るっていうところが、カランサのね猟奇的なね心を表してるんですけど、そんなねカランサの夢なんですけどね、なんとも皮肉なタイミングでね叶っちゃうんです。実はカランサは2人目の被害者マンフレッドを殺害した直後からローランドという新しい恋人と付き合っていたんです。そのローランドとの関係は良好であり、初めて子供を持つ夢を叶えてくれそうな相手でした。そしてある日カランサはある事実を知るんです。それは自分が妊娠2ヶ月であること。これに喜び勇んだカランサは恋人ローランドに報告し、これから待ち受けるであろう幸せな生活を思い浮かべました。しかしなんとその同じ週にカランサは自分のお店の地下倉庫から遺体が発見された話を聞くことに。こうしてカランサは瞬時にして妊婦の喜びという天国から逮捕への恐怖という地獄へ落ちていってしまったんです。でもすごいタイミングだったんだよこれ。でも人殺したうち幸せになろうだなんて虫がいすぎるわよこいつ。てかもうなんか男切れなさすぎでしょ。そっかい引っかい。可愛いというかすごい美人さんだからね。それは寄ってくるでしょいっぱい。そんなもんかね。逮捕されたカランサは当然幸せな家庭などを持てるはずがありません。しかし長年の夢だった出産は彼女が逮捕されてから約7ヶ月後に獄中出産という形で叶うことになります。さらにその2ヶ月後、子供の父親であるローランドと獄中結婚したんです。そしてその後開かれたカランサの裁判の中で焦点になったのは彼女の心理状態。先ほども触れたように昔から攻撃性のあったカランサには精神的な問題がないか専門的な検査が行われたんです。その結果精神科医は彼女には人格障害があり根本的な治療は難しい、再犯の可能性は極めて高く危険であると診断。そして犯行に計画性が見られることから正常である部分もありと結論付けられた結果、カランサに下った判決は終身刑。しかしその収監先は精神的に問題を抱える受刑者の刑務所だったんです。ちゃんと計画したりさ逃げたりしてるんだから、精神上だけでは片付けられないと思うんだよ私。彼女はね今もなお精神病院のような刑務所にいるんで、普通の刑務所よりねちょっと待遇いいんですよ。でも振り返ってみればね彼女は結構ね計画的にいろいろやってるんで、本当にね罪をね償うべきところにいるのかって考えると、ちょっと複雑な気持ちにはなりますよね。逮捕後カランサはあの二人が私をモンスターにしたのよと被害者に責任があると主張する一方、私も母になったから私が命を奪った二人の母親に責任を感じているわと反省する言葉も述べているんです。もうどっち？しかし彼女の心理は読みづらく本心は分かりません。そして2018年にはローランドとも離婚。現在2人の子供はカランサの両親が育てているそうなんです。子供を産んで幸せに暮らすというカランサの甘い夢は自らの過ちによってまさにアイスクリームのように溶けてなくなってしまったんです。